こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さてゲーム再開場所は拠点のすぐ近くです。前回はピラミッドをライトアップし、夜の状態を確認しました。薄暗かったけどね。まあ少し。でもモブの湧き潰しが目的ですから。さて、こうしてみるとピラミッドもだいぶ伸びてきました。サバンナ大地の高さを超えるまでが踏ん張りどころです。まずは2分足らずで出発準備完了。大河に行ってきます。次の建築材は松の葉と原木だったわね。で、見えてきました。この松の伐採所はちょっと懐かしいです。調べてみたら、ここの松伐採所を使うのは実にリアルで3ヶ月半ぶりでした。海岸近くの松が生えていないところが伐採跡よね。さて早速伐採にと思ったら、まだ消え残りの葉っぱが浮いていました。3ヶ月半も消えないとはしぶといわね。まあこの時は単に時が止まっていたものと思っていたのですが。昼間のエンダーマンは結構逃げられてしまうので。いや、ここまで近ければ。追いかける習性はもうやめたら？案外難しいんです。追わないと決断しようとした時近くにワープしてこられると、でも、結局逃げられました。なかなか学習しないわね。さて作業開始から47分、建築材の数は揃いました。あと松明作成分でワンスタックほど取らないとなりませんが、現時点でここまで自然破壊を済ませました。葉っぱまだ浮いてたわね。ちなみに地図への影響はちょびっとで、この程度の自然破壊ではびくともしません。敵に回すには自然は手強いわよ。さて拠点に帰る途中ですが、まだ例のゾンビが海水浴中のようです。砂か砂岩を持ったゾンビね。でも、なんで持っているのかしら。クリーパーの爆破したブロックを拾ったのでしょう。つまりテリーがとちったのね。しかしここで、予想外のことが起こりました。企画終了まで消えることがないと思ってたのですが。あら、リスポーンすることもあるのね。海の中でプカプカしているうちに、微妙に日光の炎上ダメージを受けていた可能性も考えられますが、真相は不明です。ともかくこれで闇の村で行おうとした、モブの上限数を利用した脇防止対策作戦が怪しくなりました。ちょっとショックです。さて拠点に戻ってきましたが、リードが切れていません。リードが秒が距離圏外に出入りすると切れるという説も否定されてしまいました。そして次はテリーの存在が否定されるのね。今考えてるので私は存在してるっぽいです。さて最近は、建築前にピラミッド内側を覗き込むのが習慣となっています。気分は箱庭なんですよね。今日もいい湧き具合です。松明用意していたら、ヘルメット装着ゾンビが動き始めました。まだまだ向こうに村人がいることには気がつかない距離のようです。ひょっとして村人に気づいて欲しかったり。そんなことないです。村人守りたいという気持ちと半々です。さて、この先のピラミッド建築計画ですが、まずは松の葉と原木を積み、その後岩の3種類を積むことにしました。その後は多くを伐採しに行きます。あら、ピラミッドから落ちてゾンビに襲われる予定が抜けているわよ。そんな予定ないです。追ってきているゾンビに微妙にビビって警戒していますから。実は松明つける作業の精神ダメージが結構高いんです。設置作業の合間にずっと、万一落ちた時のイメージトレーニングが頭の中でリピートされてしまうんです。落下で即死する高さになるまで辛抱するしかないわね。そんなわけでピラミッド一辺ずつに分けて作業しています。本当はまず松明を一周設置して、その後葉っぱを設置する方が時間節約できるのですけどね。建築スキルは未だ見習い補佐あたりです。建築スキルというより主要スキルなのだけど。さて実は、このピラミッド上でのエンダーチェストの使用には命に関わる危険があります。
爆発するの？エンダーチェスト使用時はわざわざ原木の場所まで降りているのですが、砂岩の上で使ったら回収時に砂岩まで削りかねないんです。つまり自家製の落とし穴ができて、回収しようとふと近づいて落下するという話ね。さてサバンナ大地に着きました。もはやピラミッドとの高さの差はわずかです。掘っても土しか出てこなくなりました。と、シャベルの耐久がやばいです。今使ってるのはシルクタッチ付きのシャベルで、この5禁止ブロックとポドゾルを回収する役目があります。コスト級、高いけどやむを得ません。そろそろ修理する限界来てるわね。今後の回収ブロックや耐久力3であることを考慮すると、自由に使えるのは耐久ゲージ半分までが目安です。さて、松明だけは一周設置し終わりました。で、リードはやっぱりピラミッド建築中に切れてしまいます。覚えている限り 100% です。つまり脱走したがる率が 100% ね。さてこれで24層目が完成しました。しばらく松明設置作業がなくなるので一息できます。そしてお次は松の原木、ここからは楽そうです。もはやちょっと時間を要すのは、このピラミッド北側にある砂岩トンネルを削る作業くらいなものです。確かに時間を要するわ。さてどう回収すれば、というか無理？潔くその原木に飛び乗って足元掘るしかないわね。それ潔すぎです。ほどほどの潔さで素直に諦めます。もったいない。で、サバンナ大地を削る作業はついにこの層が最後となりました。南南東側のサバンナ大地も同様です。なんでそっち向きに？草に向かって設置するとそうなるのかしら。ピラミッド南の長いサバンナ大地の高さはすでに超えてます。生活の一部と化していたサバンナ大地から、今日ついに卒業しました。そうなの。さてサバンナ大地を削り終えたということは、手持ちのアイテム欄の空きが十分あるんです。砂岩はもう無視でいいですが、砂と丸石は多分まだまだ必要。今後建築中に徐々に拠点に持って帰ります。どうでもいいけどゾンビうるさいわね。さてようやく25層目も完成です。一周の作業時間はなんと15分足らずでした。つまり最初から、周囲にサバンナ大地や砂漠丘陵がない村を選んでいたらよかったのね。そんなことはつい先ほどから過去のことになりました。さて、ここからは3種類の岩です。まずは花崗岩から。最近色合いが地味なブロックが多かったので、地図にどう表示されるか楽しみです。地味でした。そりゃそうよ。さて16分であっさりと積み終わり、大急ぎでリードをつなぎ直して、さらに安山岩を15分で積み終わり、またも大急ぎでリードをつなぎ直して、そして戦力岩を14分で積み終わって、やはり大急ぎでリードをつなぎ直す作業が終わりました。なんだかもうご苦労さんという感じなのだけど、そろそろリードつなぎ直すの飽きてきました。さて今回はこんなところで、28層まで積んだ地図はこんな感じになりました。縮尺の大きい地図は地味な色とりどりです。いずれカラフルな色付きブロックを積む頃には雰囲気が変わってくるでしょう。色付きブロックといえばガラスと型焼き粘土、それに思うね。羊牧場作る必要ありそうね。そろそろ意識し始めています。広大な羊牧場作ったらその中に、ラバやロバを放し飼いしてもいいかもしれません。さて次回ですが、多くの原木と葉、あと滑らかな岩シリーズの材料を揃えようかと思っています。そのため、ブランチマイニングに勤しむ可能性濃厚です。つまり 100% ね。それとあとここのところ、リアルでの睡眠不足がたたって体調崩し気味となり、逆に投稿の間を空ける結果となってしまいました。すみません。今後体調管理に気をつけます。どうやらナポレオンスキルはなかったようね。
それではまたね。バイバイ。